輪作を諦め個別設定にしてやっとまともな収穫をすることができた我らがパンツ村。そして領地に攻め込んできた敵を撃退し逆に領土を奪い取ることに成功。残る領地はあと2つ。この物語の終わりも近い、ラストスパート。今回も開発やってくぞー。そして戦いが終わり3ヶ月後、この世界はアップデートされた。バージョン 0.7.0.975 でお送りいたします。今回のパッチは運搬のバランスの調整や、各種バグの修正が入った模様。修正作業で最適化されてきたのか、住民の怪しい挙動が減った気がするぜ。村の共有資産が残り1だから交易所がバリバリ動いてくれることを切実に願うよ。それはお前が商売下手なだけじゃね？そんなてなわけでしばし交易所を観察してたら居留地レベルがアップ。居留地レベル大都市、どうやらこれが現状の最大らしいぜ。これが最高のパンツだ。開発ポイントが増えたけどこれ以上増やせないので、開発ツリーの全開放は無理か。無駄に残しても仕方ないし、重量有林好きと肥料を適当に安老を置く。肥沃な土地じゃないが農業頑張る。そういえば私穀物からパンができると勘違いしてましたが穀物を小麦粉にしてパンが焼けます。訂正お詫び申し上げます。とりまこれで食料事情は改善されたよ。食料といえば、鹿？前回人間が森に入り込んだせいで住処を追われた悲しい動物。いやこいつら動物アイコンとは全く関係ないところに住んでるよ。なんでだよ。で交易所の方は稼げるようになってたんだけどよく見たら輸入のレートがめちゃ高い。パッチの前からなのかは知らんがぼったくりじゃないか。輸入を減らせー。輸入レートが昔の2、3倍くらいに感じるぜ。食料の備蓄は十分あるけど輸入を切ったので畑を拡張。農場主の家とかも合わせて増築だ。おっと何やら実績を達成。大きな町で好感度 100%。居留地レベルマックスで好感度 100%。パンツ村は繁栄を手に入れたぞー。パンツ村、いやいやもうちっとだけ続くんじゃ。まあまだ領地の全制覇終わってなかったな。でも影響力がたまらないと領土主張できないし、もうしばらくは開発に専念だね。だな。交易を見直し3ヶ月後、お金が3000オーバー。輸入規制とパッチ様のご利益。資金に余裕ができたので大人の羊を購入。パンツ村の子羊はなぜか大人にならないんだよな。謎生物。火事だー。なんてこった、出荷元が物資のぎっちり詰まった倉庫じゃないか。ああ焼け落ちた。せっかく交易で稼いだのにこれじゃ大損だ。燃えちゃったものは仕方ない。早急に立て直してまた物資を運び込みましょ。パンツ村の匠が綺麗に再建。パンツ村の匠は優秀なので燃えた物資も見事に復活。いや普通そうならねえだろう王が。匠の技です。羊を眺めまったりと過ごす日々。パッチの影響を観察しつつ影響力が溜まるのを待っております。そしてパッチ適用から9ヶ月、新年を迎え村の共有財産はがっつり増えました。財政破綻寸前から1年かからず一気に富豪に返り咲き。大人の羊も到着し羊毛も少しゲット。生産量を増やして毛織物紅葉だな。羊毛紅葉は中世のロマン。こいつらが活躍する日が楽しみだぜ。さて各種生産も安定してきたので下げてた10分の1税を 10% に増税。税関は終了。国庫も使い切れないレベルで潤ったので従者を強化だー。農金村の PA 職員をマックス強化し、すべての町の従者がフル装備になった。そして恒例となった黒い王室税増税の通知と同時に敵ユニットを発見。お、このパターンは役立つ者か。敵兵力はどんなもんだ？農金村出現の3部隊か。ちょうど従者強化したところだが民兵なし1部隊じゃ被害が出そうだ。出現1が村の目の前なのが最悪だけど、間に合いそうなら傭兵呼んでみようかな。まあそんな都合のいい傭兵がいるなんて、っておるやないかーい。到着場所が諸農金村。よーし、貪欲なわしよ契約だ。農金村を守るのだー。そして敵の目の前に瞬間移動。迅速な対応ありがとうございます。迅速な対応すぎて草。そのまま突撃だー。作戦とかはなんもねえ。目の前の敵をぶっ潰せー。よく見たら敵部隊がもう1部隊隠れてて、こちらの方が1部隊少ないか。まあ敵は右往の衆だし、こっちは1部隊の人数が倍で人数的にはこちらが多いから負けはないだろ。青い盾を持ってるのが貪欲なわしたち。後ろで応援してるだけのやつも多いが奮戦してるぜ。パンツの旗を掲げる以上負けは許さん。命ある限り戦い続けるのだー。瞬間移動からの遭遇戦、敵味方入り乱れる大乱戦になったな。相手はただの山賊。サクッと倒してしまえー。
そして結果は一方的とはいかなかったものの無事敵を蹴散らし、影響力が一気に4000まで上昇。国庫の金110だけで影響力1000、ボロ儲けだぜ。これはコスパ高いね。屍類類。貪欲な和紙団さん、お疲れ様でした。なーむ。傭兵たちの活躍で影響力が溜まり、我らはこの世界を制覇する権利を手に入れた。最終決戦の時は来た。皆の者パンツを掲げよう。今こそ世界の覇者となるのだ。残す敵地はこの2つ。群馬との国境が戦場になりそうだ。全軍群馬に集結。我らの力を世界に示すのだ。パンツ軍総勢フル装備従者4部隊、槍兵3部隊、旧兵3部隊に集結命令が下った。そして傭兵ももちろん契約。強力な和紙弾使ったばかりで契約枠は鳥間に湧く。皆の者世界の最果て群馬に集結ご苦労。我らはこの力歩み、さらなる領地を手に入れるぞ。来月追加の傭兵も契約予定だ。それまでしばしここで待機して待て。戦に備えよ。数日経ち8月から9月になったところで、追加の傭兵が雇えるようになった。敵が領有権を主張していますゴルドホフ。敵も黙って見ていなかったか。追加の傭兵は契約できるが、こりゃ今回の戦いには間に合わないかもしれんな。口惜しいが仕方なし。貴様が攻めてくるというのなら是非もなし、支流を決しようぞ。3つの領地をめぐる最終決戦だ。我らはすでに15部隊集結済み、負ける要素はない。宣戦布告の死者を送れ5詰めの傭兵5部隊で合計20部隊の合計654人。なのに敵は申し訳程度の5部隊。12、パンツー。22、パンツー。セルボッツの平原がこたびの合戦場だ。まずはこの地を我らの地にするぞ。その暁には地名をパンツヶ原に改名してやる。後の歴史に残るであろう、パンツヶ原の戦いが今始まる。手柄の欲しいものは好きなだけ暴れろ。歴史に名を残す名誉やろう。そしてこのしょぼい軍勢が敵。こりゃ目の前に現れるパンツ軍の多さに、戦う前から絶望しかねえぜ。敵が片翼包囲したいのか左翼に兵を集めてる。ちょっとの小細工でどうにかなるかと思ってんのか？海戦だー。敵が突っ込んでくるぞー。慌てず着実に処理しろ。弓の射程範囲に入った。流れ矢に気をつけろー。押せ押せ押せー。我らには旧兵の援護射撃がある。持ち場を維持し敵の消耗を待つのだー。敵は貨幣だ無理をする必要はない。着実に倒していけー。よし敵一部隊壊滅。その調子だー。服の半分を赤で染めることを許された。我らがパンツ精鋭の従者が無双の働きを見せてるな。また一部隊壊滅させたぜ。あのカッパのヘルメット、群馬最強のカッパピアノ戦闘員か。お助けー。かつては万人の来場者を裁いていた猛者たち、この程度の戦いへのカッパであります。さあ残すは腰の引けてる敵旧兵1部隊のみ、こちらの旧兵5部隊で一気に肩をつけるぞー。ここまでの戦い傭兵が少しやられたがこっちの従者民兵ともに被害はゼロだぜ。戦車、放てー。敵をハリネズミにしてやれ。勝ち時が上がった。一撃で決まったか。パンツヶ原の戦い、勝利だぜ。敵ユニットを発見しました。なんと、まとめて戦ってくれたらいい感じの激戦が動画に撮れたのに。おい。皆の者を、真の最終決戦の始まりだ。陣を整えよ。敵は下側からやってくるようだな。先の戦いには間に合わなかった傭兵も合流した。この圧倒的兵力で力の差を見せつけるぞー。敵は長蛇の列で進軍中、部隊数は7か。前の戦いの5部隊と合流されてたらいい勝負できたのかもしれないのになんと愚かな。戦闘開始だ。警戒を怠るなよ。あいよ。この嵐吹く戦場で生き残った者こそが勝者でありこの世界の覇者だ。命令はただ人を撃つ、生き残れー。戦働きで出世したい奴は今日が最後のチャンスだ。我こそはという者は前線にてその勇を見せるのだ。どうやら敵は正面から当たらず分散してこちらを攻めるつもりか。中央の予備戦力を両翼に展開、旧兵が狙われても対応できるように備えよ。敵が林から抜け出てきたぞー。矢を放てー。敵旧兵2部隊がうざいが気にするな。我らの旧兵は7部隊、援護射撃はこちらが上だ。持ち場を離れるな。マジかよ。この矢の雨の中敵突っ込んできたぞ。あれは敵の従者隊か。死を恐れぬその突撃がただの蛮勇であることを教えてやる。矢を撃てー。いやその従者どもはおとりだ。いつの間にか背後に敵兵が回り込んでるぞ。我々の裏を取るとは敵指揮官もなかなかやるじゃないか。パンツ槍兵、旧兵を守れー。
正面の敵は後回しだ。背後の敵を全力射撃せよ。撃て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 とにかく撃ちまくれ奇襲だろうと近づく前に倒せば何の問題もない。敵を近づけさせるな。前線の兵よ、援護射撃ができなくなったがこらえてくれ。おっと敵従者の後ろから追加で槍兵の増援が来てるぞ。まあ最前線は傭兵だし被害出てもいいよ。こらこら。従者率いるガチ戦力は後ろの列で控えてるよ。隙を見せない二段構え。いやいや違う三段構えだ。再編成して駆けつけた貪欲な鷹、全シーン。2列目は脳筋村の戦いで活躍した奴らか。背後から奇襲してきた敵を一部隊撃破、残りの一部隊に全力射撃だ。矢の雨を降らせよう。旧兵のカバーに入るぞ、槍兵全シーン。嵐のごとく矢を放つのだ。追い風が吹いている、天は我らに味方しているぞ。迫る敵に恐れるな矢を撃ち続けろ。よし敵の奇襲部隊を殲滅したぞ。これであとは正面の敵を片付けるだけだ。旧兵、前線の援護射撃を開始せよ。敵従者部隊が壊滅した。どうやら背後からの奇襲が失敗して完全に指揮を失ったか。前線の敵部隊が瓦解したぜ。残る敵は旧兵のみ、遠距離射撃始めこの戦いに終止符を打つぞ。全力射撃、始めすべての矢を撃ち尽くせ出し惜しみは無用だ。これが最後の戦いださあパンツの勇者たちよ、我らの強さを世界に知らしめるのだ勝ち時が上がった。我々の勝利だ、勝ったどー。こうして何もなかった荒野に突如現れた小さな村は、瞬く間に周辺地域を平定した。しかしその村の名前を語る者は少ない、恥ずかしくて名乗れないのだ。その村の名前は、パンツ村。勝利。経過日数は3143日、だいたい9年くらいかな。長いようで短い、あっという間の時間だったぜ。思ったよりも住民がお亡くなりになってるのが気になるけど、まあ仕方なし。傭兵うまく使えば犠牲者もっと減らせたかもな。また再チャレンジすることがあったら次は頑張るよ。この世界まだアリーアクセスだし、色々アップできたらまたやってもいいかもな。では最後に我々の開拓した村を見てきましょう。領地は後半一気に増えたが、開拓はめんどくて4カ所しかしてないぜ。まずは最後に作った脳筋村。地図上でも道が見えるな。アプデで食糧難に襲われ慌てて開村したけど収穫が安定する前に終わった悲しい村。景色は田舎村って感じで嫌いじゃないよ。緑の見える安心感。一応農業は教会の裏で細々と始まっております。数年後には農業の一大生産地になってるかもな。修正トラクター、牛もうさんよこの村の開拓はお前に任せたぜ。お次は群馬。世界最強の民族が住む村。立ち上げ当初は襲撃連続をくらい大変だったけど、今では人口も増え立派になりました。そんなこともあったな。こちら、群馬イオンモールでございます。んなわけあるか。露店が立ち並ぶ結構裕福な暮らし。群馬では豊富に取れる粘土の採掘が主な産業。上州焼き物がこの世界の名物になる日は近い。採取された粘土はここで屋根材に加工されてるよ。結構いい値で売れるんだよな。かつて打ち捨てられていた風車と倉庫も再建し、農業もちょびっとやっております。のどかな景色。さてお次はビキニアーマー。ここも恥ずかしくて出身地が名乗れない地。一時期は人口でパンツ村を超えた、大都市に育ちました。これといって名産品があるわけじゃないけど、無駄に木こりしまくって薪が4000超えた村。薪屋の隣で薪を売る、これがこの村の日常。おっちゃんのセールストークのうまさがこの村の自慢。なお、薪売り合戦に負けたおっちゃんも、自宅菜園があるので安心して生活できます。もうこれ食用農家でいいと思う。そしてこちらがパンツ村。地図で見るとでっかくなったのがわかるな。中央の森は今では植林してたりします。カムバーク、野生動物。パンツ村の主要産業は鉄鋼業。鉄鉱石に鋼板や武器、売れるもんは何でも売ってくスタイル。この枯れない鉄鉱脈がある限り、パンツ村は永遠である。無限鉱脈最高。農業も安定していい感じに田畑を広げております。突如食糧難になった時はマジ焦ったが、意外となんとかなってよかったぜ。こちらは鍛冶屋などの職人さんたちが住むエリア。いい感じに賑わってるな。適宜倉庫の保管設定を変えたりして、作業しやすい街づくりを心がけたよ。そしてこの村の要、交易所。バグってるのか仕様なのかわからない、儲かったり儲からなくなったりする施設。今は稼げてるから問題なーし。
ここは私のお気に入りの教会周りの露店。この辺りは中世っぽいノスタルジー感があるな。酒場が近いからエールの樽を転がす人がよく通るよ。よし一杯飲みに行くか。そういえば先行配信版では机にめり込むイリュージョンしてた店長はもういないよ。それはそれでなんか寂しいな。でも新たな店長がエアージョッキパントマイムしてるよ。新店長はお酒が飲めない。羊毛織物は大人の羊の購入までしたけど結局やらずにおしまい。キャンベゾンとか作ってもよかったが、もう世界は平和になっちまったしな。ではこんな感じでパンツ村の開拓はおしまい。美しいグラフィックのストラテジーっぽい街づくり、いかがだったでしょうか？アーリーアクセス版ゆえの拙いところも多かったけど、システム的にはがっつり遊んじまう楽しさだったな。ハード難易度だったしやりごたえあったよ。そういやハードの実績解除目指してたんだったな。ああ？実績解除されてないやないかーい。終わった？じゃじゃーん、じゃないよ。途中ベータパッチ入れたからかもしれません。いや解除できた実績もあるから、解除できたやつがズルしてる説もあるぜ。意図かなし。そんなわけで目標達成には至らなかったけどマナーロードは今回でおしまい。最後までようやったと思っていただけたら、高評価ボタンポチッとお願いいたします。元気の源です。このチャンネルでは今後も各種ゲーム動画を配信するぜ。気になる方はお見逃しのないよう、チャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。